皆さんこんにちは、平松浩二です。今回はですね、心拍の改作ということで、皆さんに、紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。今回用意したこの商品ボイスの心拍ですね、こちらの方今年の春に、購入したものになります。もうすでにですね、一度形はもう整えられております。今回ですね、この心拍をですね、改作しようと思った理由ですね、そういうところが皆さん一番知りたいところだと思います。特にですね、私、が、改作する場合に、心がけるポイントですね、基本的には全ての防災、に当てはまるんですけども、もっとですねこう締め込み、いわゆるコンパクトにしてやることで、この幹の部分ですね、幹の部分が強調される、そういうことをいつも心がけております。ということでですね、今回、思い切ってですね、ここの部分、この上の部分ですね、ここの部分を全て外して、いわゆる陣、にしてやろうと思っております。ここの部分ですね、外してやることで、ここ新しい、この部分ですね、この部分を新しい陣にしてやります。とこの部分を陣にしてやることでこの素晴らしい、ここに、模様がすでにあります。やっぱり陣とシャリのコンビネーションですね、そこが一番、改作の重要なポイントとなりますので、今回、そういうことをやろうと思っております。では早速ですね、この陣にする枝ですねをカットしていきたいと思います。陣を作る場合ですね、基本的には、少し長めにカットしてやります。いきなりですね、短くカットしてやるとやはり長めに残しておいた方が良かったということにもなりかねますので、基本的には、長めにカットしてやります。こんな感じですね。こんな感じに、枝をカットしてやりました。この時点でですね、もうすでに、この部分を強調され、陣にしてやることで、さらに樹角を上げるような気がします。この後ろ枝ですね、この後ろ枝はですね、次の頭の部分にしていきますので、この部分はカットしないで置いておきます。それでは早速ですね、この今カットした部分の陣を作って皮をむいてですね、陣を作っていきます。陣を作る場合ですね、今特に、6月ということで、吸い上げの方も非常に活発な時期であります。こういう時はですね、こうやっとこうでこの表面をですね、少し、潰してやる感じですね、潰してやる感じですぐに、この表面の表皮ですね、こちらを剥くことができます。基本的に私はですね、心拍の場合一年中作業はしてやるんですけども、一般の方はですね、真夏とか真冬ですね、ちょっと木に負担がある時期ですね、ちょっと心配だないう時はその時期は避けた方がいいと思います。この6月にですね、心拍先ほど言ったようにですね、非常に、根っこからの吸い上げ、活発になりますので、
陣作り、シャリ作りですね、特に。そういう部分に関してはですね、この時期、非常に適した時期だと思います。こんな感じでですね、やっとこれで潰してやることで、簡単に、この水水の部分ですね、こういう皮の部分、簡単に取ることができます。このジンを作る場合ですね、このジンとシャリを作っていく場合ですね、特に気をつけるのがですね、ここのつなぎ目の部分ですね。このつなぎ目、特にこういうつなぎ目の部分、ここが非常に考えるところであります。この子供心拍ですね、この一枝でも形は作ることができます。この一枝でも形は作れるんですけども、こちらの枝ですね。でこちらの枝、この水水、生きた部分ですね。こちらの水水、この部分ですね。こちらの部分で、この枝、栄養分を吸い上げております。それでですね、この枝ですね、この枝はですね、こちらからずっと捻転してですね、こちらの部分、この部分につながってます。基本的に心拍の場合ですね、この水水の部分ですねを2本残してやる方が見た目のバランスとか鎖が遅いとかですね、そういう部分になりますので、基本的には2箇所2本ですね、2本の水水がこう絡み合う、そういうところが心拍を作る上で非常に大事なところになってまいります。ということで、これだけでもいけるんですけども、今回これを頭部分に作るということで、この後ろから出てますけれども、この部分は残しております。
で先ほど言った部分ですね、ここのつなぎ目の部分ですね。こちらの部分ですね、あまりこう引っ張りすぎるとですね、向けすぎる場合ありますので、こちらの方で、とりあえずカットしてあげます。この部分ですね、この部分で陣作りの部分、陣の部分をナイフでカットしてやることで、この水水ですねが向けすぎることを予防することができます。でこの部分のこちら側の水水ですね、水水でこちら車輪、もうすでに車輪ありますけども、この2本のこの上の部分もこの2本の水水を残してやりたいということで、この付け根部分ですね、この付け根部分、ここは慎重に作業してやります。こういう感じにこの木質ですね、木の部分がしっかり見えるまでですね、この水水の部分しっかりと外してあります。この水水の部分がですね多少残っているとですね、
この腎剥いたこの皮ですね、剥いた後にですね、少し湿り気を持つ場合があります。そういう場合はですね、そこに湿り気を持っていることで、腎の方も腐りやすい、新しい腎ですね、腐りやすい、ということになりますので、この水水の部分、生きた部分ですね、そこはしっかりきれいに外してやるのがポイントです。先ほどこちらの部分で表側で説明したようにですね、この裏側部分、こちらもですね、この枝、水水しっかり残すように、この基板の部分ですね、水水が下からつながっている部分をきちっと残してやります。この水水をですね、こう剥く場合ですね、基本的にはその成長方向、その繊維に沿ってきれいに剥けていきます。心拍の場合はですね、その少々ですね、その成長方向以外に水水を作ってやる場合もですね、心拍の前に自分で水水を形成しますので、多少の無理は効く樹種になります。こういう毛羽立った部分ですね、こういうのもきれいに除去してやります。特にですね、こういう水水と新しく水水と腎ですね、作る場合、このちょうど境目の部分、こちらはですね、きれいなナイフで切り戻してやる、きれいなナイフで切り戻してやることで、こちらの肉巻きですね、当然ここはですね、まだ生きてますので、これから成長期肉巻き、こういうふうに傷を巻くっていうことですね、ことをやってまいります。その場合ですね、ナイフできれいに切り口を整えてやることで、その肉巻きがきれいに早くきれいに巻けるということになります。こんな感じですね。こんな感じで、とりあえず水水、新しい腎を作るための水水を取り除くことが終わりました。この段階でですね、ですね、腎を作る場合、私が心がけることはですね、こういう成長期にとりあえずこの水水外してやります。それで少しですね、この部分まだ水分含んでますので、この水分がある程度乾いた状況ですね、乾いて状況でこういう今もうすでにあります腎のようにですね、こういう細かい腎、この辺に模様を入れたりですね、この先をとがらしたり、乾いた状態の方がですね、きれいに、
作業ができると思いますので、とりあえず1、2週間程度この部分は乾かしてあります。あとはですね、その間にこちらの部分作業しますので、こちらの全体像ができてからの方がこの陣の形ですね、陣の形をイメージしやすいと思います。でもう一つはですね、この今陣を向いたばっかりなので、この部分生きてた今まで生きてた部分です。こういう場合ですね、もしですね、この部分大まかでいいんですけれども、この部分もう少し上に上がった方がいい、下に上がった方がいい、ちょっと曲げ込みがあった方がいいという場合はですね、この新しくできた作った陣にですね、針金を巻いてやってちょっと形を整えてやります。でこれは、今から、この向いたばかりの陣ですね、この部分に、針金をかけたいと思います。この場合はですね、アルミ線でもすぐ外してありますので、アルミ線でも構いませんので、多少もう少しですね、模様をつけたいとかですね、ちょっと角度を変えたいという場合ですね、この陣を向いた後すぐ針金をかけておけば、その形に固定することができます。この上の部分ですね、この上の部分はすでに、模様が入ってますので、そこまで、模様をつける必要はないと思います。ただこの角度ですね、少し上げた方がいいかなという場合は上に上げる。でこの下の陣の部分ですね、この下の部分、こちらはですね、少しこの部分まっすぐなところありますので、この部分を多少曲げ込んでいる。こうすることでですね、陣にも模様がつけるということができます。これも一つの、新しい陣を作った時のポイントになります。最初に陣を作る場合ですね、枝が多い場合ですね、最初言ったように少し長めに残す。あとは切るのはいつでもできますので、陣に使えそうな枝ですね、そういう場合はですね、なるべく数を残しておいてですね、あとでいらない陣だと思ったら外してやるということが失敗しない一つの方法だと思います。とりあえずこんな感じですね。こんな感じで、今作りたての陣、針金で模様を入れることで、自分の思うようにですね、模様をつけることができます。でこれで、1週間2週間程度ですね。これ細いですので、太い枝の場合はですね、1年ほど曲げてやる必要もありますけれども、こういう細い枝の場合、2週間程度乾燥させてやることで、形をつけることができます。で今ある程度この部分
が作ることができました。で、あとこの陣ができた場合、最初の自分のイメージとですね、あとこの陣がですねできたことで、この盆栽自体の角度ですね、どの部分、どの角度がいいかということが、この陣を作ることで、イメージしやすくなるということになります。で、当然ですね、こちらが1の枝、で商品盆栽ですので、こちらが1の枝、こちら頭ぐらいで、2ブロックですね、2ブロック程度で、形は入れることができると思います。次にですね、この1の枝、針金掛け等々で、作業に入っていくわけでありますけれども、できるだけ、最初に言ったように、コンパクトにしたいということで、この1の枝のこの部分ですね、この部分すべて使ってですね、その1の枝を作ってやることも十分できるんですけれども、私の場合ですね、やっぱりコンパクト、針金をかける場合はすべて締め込むということを大事にしておりますので、特にこの前枝の部分ですね、この1の枝、この前枝の部分が少し、大きくなりすぎているということで、この1の枝の部分ですね、これも外してやります。でこんな感じですね。これだけもう枝がありますので、十分1の枝、この間でカバーしてやることができます。開作の場合ですね、どうしても木が大きくなっている場合があります。そういう場合はですね、思い切って、枝を外してやるということも一つ大事なことになってくると思います。で、当然ですね、今ここの部分外しましたので、こちらの部分も同様に陣に作っていきます。こちらも同様にですね、この枝の付け根の部分、こちらをですね、この陣の向けすぎを防ぐために、このナイフで切れ込みを入れてやって抜いてやる方が安全だと思います。こんな感じで、簡単に抜いてやることができます。こちらの部分もですね、こちら最初の部分と同様に、この部分ですね、この部分はもうすでにある程度の模様が入ってますので、こちらの部分にも針金をかけて少し模様をつけたいと思います。
それではですね、こちらの部分針金で模様を切っていきたいと思います。こういう細い部分ですね、こういう細い部分は、いずれ、腐って、なくなってしまうんですけども、せっかくの改作ですので、面白い部分が作りたい場合はですね、なるべくこういう細かい枝にもかけておく方がいいと思います。こちらこの一の枝ですね、この一の枝の部分が下に下がってくるということで、少し、邪魔にならない方向にあらかじめ、避けてやるということもいいと思います。大まかでいいので、この模様ですね、この模様をつけてやることによって一つの味わいの部分になってまいります。それではですね、ある程度こちらの部分陣を作ることが作り終わりましたので、こちらの部分も針金かけたいと思い、針金かけてですね、形の方を作りたいと思います。それでですね、その前にですね、こちらの盆栽の正面、角度ですね、いわゆる正面の部分、どういう角度で、作った方がですね、この木を、この材料を活かせるかということを針金をかける前に検討したいと思います。この木ですね、今、こちらが正面になります。こちら正面ですね。で、私の構想はですね、この部分を陣にしてやるということで、ここすごい綺麗な動きがありますね。ここの部分も見せたいということで、ここを陣にしました。あとはですね、コンパクトにしたいということで、この枝も外しています。そこでですね、少し、このぐらい、前に傾けてやる。当然、こちらの部分ですね、カットはですね、後ろ部分をカバーする枝で、今回はですね、頭にしたいということで、この枝の部分を少し前に持っていきたいという意味でもですね、少し後ろ側を前側にですね、傾けてやった方がいいと思います。あとはですね、この前側を傾けることによってですね、この動きですね、基本的に、心拍は特にそうですけども、やっぱりその幹の動き、幹の動きっていうのが生命線ですので、その特徴を最大限に生かしてやる角度っていうことが非常に大事なポイントとなってきます。それでは陣作り終わりましたので、今から針金をかけてこの形を整えていきます。基本的にですね、小白、心拍、松、商品の場合特に、この銅線でかけた方がかけやすいと思います。で、この当然ですね、この1の枝から、形を整えていきます。ここに、この1の枝の部分ですね、2本同じような太さの枝があります。この2本の枝を当然1本の銅線を使って
巻いていきます。でポイントですね、最初のこのメインの針金を巻く場合、ここの一巻き目、ここがですね、緩んだらですね針金効きにくいので、この一巻き目が非常に大事になります。この一巻き目ですね、この一巻き目の部分、ここをきっちり巻いてやることで枝もしっかり下げてやることができます。でまず最初に、この一番長い部分ですね、1の枝の下の一番長い部分、これを巻く場合ですね、で基本的にこの手を広げたようにこういう感じで、棚を作ってやります。この最初に巻くこのメインの太い針金ですね、これを次この枝を針金かけやっていきますけれども、この最初のメインの針金ですね、これを次どの枝とどの枝を巻いてやるかということを計算しながら巻いていきます。こんな感じでですね、なるべく巻けるところまで、先の方まで巻いてやります。で次に、この枝をですね、小枝を単純に広げてやります。でこの棚の作り方ですね、基本的にこの手のひらのようにこの頂点をですね、最初に、ここの頂点を自分の思うところですね、この頂点を決めてやります。頂点が決まったらですね、もう単純にこの残りの枝、これを単純に、広げてやるだけになります。この先の葉っぱの部分ですね、結構小枝あります。これを適当にっていうかね、この間引き方ですね、針金がかけやすいようにこの裾場、こういうやつを先に取ってやります。ある程度この裾の部分ですね、こういうのを取ってやればですね、針金かけやすいと思います。こんな感じですね。こんな感じで、少し、塊ができるように、この裾場、この枝の裾の部分ですね、元の部分、ここを少し掃除してやります。
こんな感じですね。こちらに比べてこの部分かなりすっきりしたと思います。これでこの小枝ですね、小枝の方もすべて、針金をかけていきます。この枝と枝の掛け合わせ、これをですね、ちゃんと計算してやることによって、針金の数ですね、数も少なくきれいに巻くことができます。当然枝によってそのサイズ、細い枝は細い針金、太い枝は太い針金で巻いてやることで、きれいに形作ることができます。で最後の部分ですね、こちらこの棚を作るということで、非常に大事な部分ですね。この最後の終わりですね、針金の巻き締め、これ下から上、下から上に包み込んでやるように軽くふわっとかけてやることで、きれいなこのラインですね、このラインを揃えてやることができます。心拍の場合、特にこういう細い枝ですね、こういうやつを細い枝を巻いてやることも多々ありますので、私の場合銅線でもですね24番ぐらいまで準備してやります。こんな感じですね。この最後の巻き締め、ここをですね、強く締めるんじゃなくて軽くふわっとですね包み込むように巻いてやることできれいに形を整えることができます。こういう感じですね。こういう感じで、この棚頂点を決めたらそれをあと小枝ですね、それを単純に広げていくということで、きれいなこの棚で巻き締めですね、下から上こう包み込んでやる感じにしてやるとですね、ふわっとした感じで、こういうきれいな棚を作ることができます。商品盆栽の場合ですね、非常に、細かい作業が必要で、特に心拍ですね、非常に細かい、作業が必要になります。慌てずにですね、ゆっくり丁寧に巻いてやるということが、きれいにするポイントになります。
こう葉っぱをですね、こういうところですね、この葉っぱを巻き込むんじゃなくて、葉っぱの間をきれいに通してやります。こんな感じですね。で、この一つの棚ですね、これが終わった時にこの下側、このラインより出て下側に出ている細かいところですね、こういうのをカットしてやるとこの棚のきれいなラインが出てきます。盆栽の針金掛けですね、製紙作業すべてこういう棚って、私ら呼びますけれども、こういう棚ですね、こういう棚をすべて積み重ねてやることできれいな樹形をですね、作っていくことができます。ここに一番下の最終の一番下の部分ですね。で次にここにもう一つ棚で、最後ここにもう一つ棚っていうふうにした方が非常にきれいに見えると思います。当然、この部分が一番長い部分ですので、次の棚ですね、次の棚はこの部分より短く作っていきます。このどこを最頂点にするかっていうところは非常に難しいところになります。この場合ですね、商品盆栽、特に商品盆栽、できるだけここのコンパクトにすることでこの幹を強調してですね、大きく見せるということができるので、この最初のですね、この1の枝の部分、この1の枝の部分をできるだけコンパクトにすることで、あと全体当然ですね、この部分を短くすることで全体がコンパクトにすることができます。ですからここの1の部分ですね、1の枝の部分、この部分の決め方で最後の全体像のボリュームが決まってまいりますので、この部分が非常に大事なところになります。私の場合はですね、特に締め込めるだけですね、締め込めるだけ最初この1の枝締め込めるだけ締め込んでやるようにしております。次の2つ目の棚の部分ですね、これも一緒です。針金をかける前に、こんな感じでこの細かい葉っぱ、こういう塊を作りたいので、塊がきれいにできるようにですね、裾葉を取っていきます。心拍の場合はですね、こういう裾葉を取って間延びする心配があるという方もおられると思いますが、心拍の場合こういう針金をかけて広げてやることで、この枝元、こういう若い枝元ですね、こういうところに新しい枝吹いてまいりますので、そこまで心配してなくてもですね、こういう間延びすることなく、こういうところでもう針金をかけて広げてやることで、小枝こんな感じでできてまいりますので、針金をかける前にこの裾葉ですね、裾葉をきれいに掃除してやる方が針金かけ非常にかけやすいと思います。で2番目の棚ですね、こんな感じでこのラインを作ってやります。でこのライン少し大きいかなと思ったら、この芯ですね、この芯の部分をカットしてやります。
1の枝2の枝を作っていきます。この針金をかける前のですね、この準備作業、この裾場を減らしてやるこの準備作業ですね、こちらをきちっとやってやることでですね、この針金かけ非常に簡単になります。このままの状態でかけてやりますと非常にこういう葉っぱですね、細かい葉っぱが多すぎてきれいに針金をかけることができないと思います。ということで、この針金をかける前のこの葉っぱを減らしてやる作業ですね、ここも非常な針金かけの前の大切なポイントになります。でこういうですね、ここかなり枝数、小枝の数ですね、多いと思います。こういう場合ですね、この棚を作りたいということで、この上側に伸びてるやつですね、この上側に伸びてる強いやつ、これをカットしてやることで、この棚、次の棚きれいに、作っていくことができます。今ここに、枝元にですね、こういうちょっと杉っぽい葉っぱがあります。こういう杉っぽい葉っぱはですね、全て取り除いてやった方がいいと思います。本来、これが心拍の葉っぱですので、こういう杉葉、若い葉っぱですね、元気がいいところ、こういう杉葉が出てきます。こういうのは全て、取り除いてやるとですね、この杉葉残しっぱなしですと、これがです、こういう本来の心拍の葉っぱに戻るまで、3年ぐらいかかります。こういうやつはですね、もう全て取り除いて、こういう純粋なですね、糸魚川というこの心拍の葉っぱに、だけにしてやる方がいいと思います。この枝と枝の掛け合わせ、ここがですね、非常に大事なポイントとなります。なるべくこういう感じでですね、こう2つ枝がありますよね。こういう2つ近いところを掛け合わせていきます。近いところの枝を掛け合わすことで針金も、この針金の数ですね、これも少なくすることができるので、見た目も非常にきれいに見えます。でこういう場合ですね、こちらすでに、こちら針金をかけておりますが、こちらの枝ですねかける場合、このどうしてももう一つ相手が欲しい場合ですね、こういう場合はどこか一つに引っ掛けてやります。どの枝でもいいんです。こういう感じで軽く引っ掛けてやります。軽く引っ掛けて、こちらに押し込んでかけてやります。でこんな感じですね。こちらを引っ掛けることで、こちら一本でもですね、簡単に巻いてやることができます。もしもですね、ここ今4本大体同じようなところから4つ小枝あります。こういう場合ですね、もうこの枝は一番枝元に近い、これはこの上にボリュームを出すために乗せてやろうと思います。でこの先ですね、この先のラインはこういう感じで、棚を揃えてやるということで、この真ん中、3つあれば真ん中を外してやることで十分棚はきれいに巻いて作っていくことができます。何回もその棚という表現をしますが、盆栽で
盆栽の形作りですね、こちらで、非常に大事なるところがその棚作りですね。この棚を何個も作ってやる。そこで、棚を作ってですね、全体をまとめてやるというのが盆栽のこの針金掛けで形を作っていく上でですね、非常に大事なことになります。盆栽のプロによってはですね、もうこの全体を大まかに形取ってですね、全体でボリュームを出すという作り方もありますけれども、私の場合は特にもうこの棚をですね、作ってやるということにいつも心がけして、針金巻きをやっております。で一番ですね、この下の部分、これを使ってですね、この下の一番下の部分ですね、少しボリュームが少ないのでこの枝もですね使ってやって、ここの一番下の棚ですね、ここを作っていこうと思います。でこの部分、この残りの枝でこの上の部分ですね、2番目の棚を作ってやります。基本的にですね、盆栽当然、こちら正面ですので、こちら一番下の部分、この棚を作る場合ですね、その奥行き、その一つの、枝でもですね、その立体感、奥行きを出したいので、基本的に前側は一番この下のラインを揃えます。で後ろ枝ですね、この一つの棚を作る時、後ろ枝、これを少しですねこのラインより上げてやります。上げてやることでそこのボリュームですね、枝にもボリュームがあって立体感が出てきます。この後ろを上げることでその立体感を出せるので、そこも一つのポイントになります。よく皆さんが針金をかける時にですね、ぺっちゃんこ、こういうボリュームがなくてですね、ぺっちゃんこで作る場合がありますけれども、枝がですね自然に上がってまいりますので、それも一つの作り方ではありますけれども、私の場合はですね、やっぱりこの最後の部分を少し持ち上げてやることでですね、この木の勢いとかですね、そういうことを表現できますので、この最後の部分、枝を下げて少し持ち上げるようにしています。その最後を持ち上げることをですね、芽起こしという盆栽用語があります。芽を起こしてやるということですね。これはですね、特に黒松等々でやってやる方法になります。最後の芽を起こすということですね。心拍の場合これ葉っぱですけども、この部分を起こしてやることで、枝の勢いですね、これを表現してやることができます。商品盆栽、大きな盆栽ですと枝も、ですね、大きい盆栽枝も当然長いですので、手も入りやすくてかけやすいということですから、商品盆栽非常に細かい作業になりますけれども、丁寧に細かくかけることが非常に大事なポイントになります。私の場合はですね、やっぱり、枝数いっぱい
細かい枝もかけた方が、きれいに形が整えられるということで、かけれるだけ、かけるようにしております。このそばきれいに掃除をしてやって、このきれいに掃除をしてやることで、次の針金掛けが簡単になります。最後わーっと包み込んでやるという感じです。当然、正面から全部全てチェックをしてやって、このラインですね、正面から、このライン全てチェックしてやりってですね、このラインを揃えていきます。今ここで1の枝、1のラインですね。で次のラインで、あとはもうその積み重ねということになります。でこういう先端ですね、針金と同時にこの先端部分をピンチしてやります。ピンチしてやることで、この先端、葉部の先端に行きます。こちらの枝元に近い部分、こういうやつを充実させたいので、このピンチをしてやることでこちらが成長していきます。この小枝の整理ですね、こういう針金掛けの前の小枝の整理、これをするときはこういう棚を揃えるイメージですね、これとこれを取ってやったらこういう棚ができるという、そういうイメージを持って、やるとですね、この葉っぱを透かす作業も簡単にできると思います。こうですね、ここの部分少し強いので、こういう感じでいらないところはカットしてやります。でこういう感じですね、こういう感じに透かしてやるとですね、針金掛け非常に簡単になってくると思います。盆栽を作る上でですね、非常に大事なこと、それは当然ですね、この木をどういう樹形にしてやるというそこのイメージですね。そこのイメージがもう一番大事なところにはなります。そのイメージができればですね、この枝作り、棚作りはもう本当にシンプルでですね、先ほど来説明しているようにですね、この棚
を作ってやるだけになります。その最初のイメージ通りにですね、その枝どこまで下げるか、どういうボリュームで作るか、そういうところをですね、最初に決めてやらないとですね、自分の思った感じに形作れないということで、そこのイメージ、皆さんもですね作る前にそのイメージを非常に大事に、していただければですね、綺麗な盆栽、作っていけると思います。この後ろの部分ですね、後ろのこの後ろ枝ですね、こちら単純にここが一番頂点、一番下の長い枝ですので、これより短めに、この後ろですね、短めに、これも一緒です、ただにしてやります。もしこの後ろ枝ですね、この棚より、この一の枝の一番長い部分より長い場合ですね、こういう場合は多少この枝に曲を入れてやります。当然曲げ込むことで短くすることができます。で針金、こういう枝ですね、曲げる場合のポイントとして、この針金のかかってない部分ですね、こちらで曲げようと思っても曲がりませんので、必ずこの針金がかかってる部分ですね、ここのかかってる部分、ここをこういう感じで曲げてやります。すると簡単にですね、枝にも曲をつけることができます。こういうカーブですね、カーブをつけてやると枝にも味わいが出てまいります。こんな感じですね。当然後ろの枝がこの一番下、一の枝より長いとおかしいので、ここを曲をつけることで、この最長部分ですね、より短くしていきます。でこの場合ですね、この部分、この枝ですね、この部分2本同じような長さで、後ろ枝そんなにボリューム必要じゃありませんので、こういう場合これをカットしてやります。するとコンパクトな後ろ枝の部分ですね作ることができます。当然、ここにもっと枝元に、こういう枝がありますので、こういうやつは必ず残すようにしてください。この小枝の部分もですね、この一巻き目、きっちり少し強めでもいいですので、その一巻き目が非常に大事になります。この一巻き目ですね、最初の一巻き目の部分、ここをきっちり巻いてやることで自分の思ったところに枝を持っていくことができます。
これ皆さんもですね映像で多少分かると思います。多少空間がここ空いてるところがあります。基本的にはですねこの一巻き目、非常に大事なのがこの一巻き目、後の部分はですね、なるべくゆったりと巻くっていうのが基本になります。あまり強く巻きすぎるとですね、針金が当然食い込みやすい、食い込んだら針金のマークがつきますので、針金の食い込み跡ですね、そういうのがつきますので、肝心なこの一巻き目、この先端の部分ですねは緩い感じで巻いてやるっていうのが針金巻きの一つのポイントにもなります。こんな感じで枝非常に細かいですけれども、なるべく針金を巻く作業の時はですねで巻けるだけですね、ちっちゃい、細い枝の場合もですね、巻いてやることでその形をつけてやることができますので、皆さんもですね針金作業の場合できるだけかけれる枝はかけるようにしてやるといいと思います。こんな感じですね、このラインを揃えたら綺麗に見えると思います。あとここのボリュームの出し方ですね、これがですね枝を作る場合の一つのポイントになります。最終調整はまた仕上がってからですね、全体を見ながら最終調整をしていきたいと思います。とりあえずポイントとしてですね、この棚作り、このラインをきれいに揃えてやる。でこの一目一目の間ですね、ここの間隔をですねある程度均等にしてやることで、きれいなこの棚のラインが出てきます。ここが頂点ですので、当然こうですかね、ここが頂点ですのでそれに合わせて扇形に、針金かけてこの枝の棚を作ってやるということが非常に、大事なポイントとなります。こういう感じですね、こういう感じで1の枝をデザインしてやります。このライン、ここの部分ですね、最頂点を決めてこのラインを出してやる。でこの内側の枝を使ってここの内側ですね、ここ枝を作る場合ですね、この外側のラインだけではですね、ここのボリュームがここは何もない状態になってしまいます。そういうことで
内側の枝を使ってやってですね、この上にもう一つ棚を作ってやる。そうすることでここの枝のボリュームを表現してやることができます。でですね、今皆さんにはですね、この棚の作り方ということで、説明をしましたけれども、本来はですね、もう少しここの部分を下げたいと思っています。こういう場合はですね、私もよく使いますけれども、針金で引っ張ってやることで、枝、これ針金だけですと非常に太い針金を使う必要があります。そういう場合はですね、非常に針金が太い針金を使うので、見た目にも見苦しいということで、こういう細い針金で引っ掛けを作ってですね、これを引っ張ってやる。これを引っ張ってやることでですね、もっとコンパクトにすることができます。引っ張りを使うためにですね、少し引っ掛けてやる部分ですねを探してやります。太い根っこがあればですね、そこを使ってやってですね、その根っこに引っ掛けてやって下げることもできますけれども、この場合ですね、適当な根っこありませんので、この鉢底ですね、鉢底に当然ワイヤーで縛り付けてありますので、この鉢穴の鉢の底ですね、そこのこの針金の部分を利用してですね、ここに引っ掛けで押してやってですね、この引っ張る針金を下から上に上げてやります。でポイントとしてですね、どの部分で引っ張ってやるかっていうところも非常に大事になってまいります。で基本的にはですね、この枝の下げ方、枝の下げる場合ですね、基本的にこの枝元をぐっと下げてやって枝先で上げてやるっていうことが基本になります。そうすることによってですね、こう非常に、その枝のこの棚ですね、その枝自体に、勢いっていうか力強さを表現することができます。枝元を下げて枝先で上げてやる。でここが一つの大事なポイントになります。ということで、この先ですね、先に引っ掛けるんじゃなくて、なるべくこの枝元に引っ掛けてやることで、当然この枝元を下げることができます。こういう場合はですね、針金もうかかってますから、この枝に直接ですね、この針金を引っ掛けるんじゃなくて、この針金、この最初にかけた針金ですね、少し空間を作ってやってそこに通します。もし、そこの止めるところがない場合はですね、ゴムチューブみたいなので保護してやって、巻いてやるようにしてください。これ私2本掛けしてからですね、1本の針金をこう輪っかりで通してやることで、こう2本出してやります。2本を出してですね、引っ掛けて、引っ張ってやることでですね、簡単に枝下げることができます。これ細いですので非常に簡単に下げることができます。この下げる場合の注意点ですね、必ずこの枝元、枝の付け根ですね、ここをチェックしてやるようにしてください。当然、この枝元が一番
傷つきやすいポイントのところになります。ということで常にここをチェックして、一人で下げにくい場合はですね、誰かに手伝ってもらってですね、下げることもできると思います。で今こういう状態で下げました。当然こちら下げましたのでこちらラインが崩れてます。ということで、先にですね、下げた方がイメージはしやすいと思います。今回は皆さんにこの棚の作り方、説明したかったので、最初に棚は作りました。当然、枝が下がったということで、これを調整していきます。この棚、最初に説明したようにですね、同様にこのラインをただ単純に揃えてやります。正面から見てこの棚ですね、このラインをきれいに揃えてやるだけという作業になります。この一番下の部分ですね、このラインで次上という感じになります。すべてですね、この枝のライン作っていく場合、この前側から正面からですね、すべてチェックしてやります。今この部分ですね、少しここに空間、広い空間があります。こういうところはですね、こういう枝で埋めてやるようにします。この枝で、空間を埋めてやるというところも一つの大事なポイントとなります。盆栽の場合はですね、空間を見せてやるということも大事になりますが、空間を埋めてやるということも大事なポイントとなります。その感性を磨くということも盆栽作りの上でですね、非常に大事なところになります。こういう感じですね、下げた分だけ今修正をしてやりました。あとですね、この部分、頭の部分も同様に、今から作業に入っていきます。この頭の部分をどの位置に、置いてやるかということがですね、非常に、盆栽作りにとっては非常に、ここがもう最後の非常に難しい部分でもありますけれども、一番大事な部分。1の枝っていうのはですね、単純に下げてやって1の枝2の枝交互に作っていけばいいわけですけれども、ここ頭の部分、最終の頭の位置ですね、この部分を考えてやることが非常に一つ盆栽作りの上で一番大事なポイントになります。この場合ですね、枝はすぐですね動かしやすいので、皆さんがこの頭の部分を作る場合ですね、多少指で当然こういう感じで下げてやります。で自分のイメージですね、どの部分どこの辺の高さに頭を作ってやるということで、この
木をですね、最大限生かしてやるかということを考えます。この木の場合ですね、最初に皆さんに説明した通りですね、やはりここの素晴らしい幹の動き、新しく陣を作ったところ、こういうところをですね、やはり見せた方が迫力も出るということなので、今回はですね、私はですね、なるべくこの頭の位置を下げるというイメージを作っています。こういうこの位置に下げてやることによってですね、非常にここの部分が強調されます。こういうこの元の位置でですね、頭を作るというのはですね、こちらの部分頭で作るということで、こちら少し強調するのに欠けているような感じがします。ということでこの部分を下げてやる、全体をコンパクトにしてやるということで、さらにこちらの部分を強調することができるということで、今回、このぐらいの位置ですね、このぐらいの位置で頭を仕上げてやろうと思っております。では早速針金掛けの作業に入りたいと思います。当然ですね、1の枝と同様に、この針金をかける作業の前ですね、こういう裾葉、枝の裾の方にある葉っぱですね、こういう裾の方の葉っぱを取り除いてやります。商品の盆栽の場合ですね、特に、枝数ですね、小枝の数非常に多いですけれども、なるべくですね小枝多めに使った方が、きれいにまとまりやすいと思います。針金掛けの作業ですね、非常に、細かい作業になりますけれども、なるべく商品盆栽の場合は枝数を残してやるということが針金掛けの上でもポイントになる一つです。この頭の作り方ですね、この頭の作り方基本的に、ドーム状に作ってやると少し大きめという意味ですね。ドーム状を先を通らすんじゃなくて、全体としてこのドームのように、作ってやることで、盆栽の時代感というのも表現できます。どうしても先をですね尖らしてこの頭の部分がちっちゃいとですね、盆栽の時代感、どのぐらい年数が経ってるかということですね、そういうことが少し若く見えますので、盆栽の場合はですねやっぱり時代感っていうのを非常に大事にしますので、少し気持ちを大きめにですねこの頭をなんとかデザインしてやることで古さも同時に表現することができます。
でこのそばを取る場合ですね、必ず、先端方向に引っ張ってやるようにしてください。枝元の方に引っ張るとですね、皮が向けて枝が傷むことがあります。必ずこの先端方向ですね、こういう細かい葉っぱを取る場合、必ず先端方向に向かって、取り除い引っ張って、取り除いてやるようにしてください。こんな感じですね。こんな感じで針金がかけやすいようにすばを取り終えました。で当然ですね、針金かけに入っていきます。こういう心拍の場合ですね、特にこういう陣が当然あると思います。こういう時はですね、この陣を利用してやって針金を巻くこともできます。こちら一つ陣の方に引っ掛けてやります。で当然、この枝ですね、こちら側に右側ですね、右側に少しひねりたいということで当然、時計回り右側にですね、右側の方向に巻いてやります。この最初の一巻き目ですね、ここ非常に大事なポイントになります。針金が交差しないようにですね、最初のこのメインの太い針金に沿わして、次の枝にかけてやります。針金をかける上でですね、この枝と枝の掛け合わせ、こちらも非常に、見た目の綺麗さもありますけれども、こちらがですね、大事なポイントになります。基本的には針金は交差しない方が綺麗に効率よくかけることができます。最初に大まかにこのそばですね取ってやってですね、であとはですねこの針金をかけていくその作業段階でその多少のですね、小枝必要ない小枝を判断してやって、取り除いてやるといいと思います。で先ほど最初に説明したようにですね、ここ頭の部分ですね、ここの頭の部分をもっと下に、下ろしたいということでこれを下げていきます。この下げる場合枝ですね、枝が折れないよう
注意をしてやりながら下げていきます。当然ですね、この1の枝が一番長い枝になりますので、次の枝ですねで頭という感じにしたいと思いますので、こちら少し、模様コンパクト模様をつけてやってですね、短くしてやることで、こちらの長い枝よりも短く2番目の棚を作るようにします。今大まかに、枝を多少動かしてやりました。こちらがですね、次の枝になる部分、こちらが頭でこちら後ろというふうにですね、こう枝を大まかに、振ってやることでイメージしやすいと思います。で頭のこの中心、位置ですね、頭の位置、前すぎるとも基本的にはですね、頭の位置当然、前側から見て自分の思うところ、あとはですねあまりこの横から見てですねあまり前ですぎるとおかしいので、この木の重心ですね、基本的にはこの木のセンターより少し前側に頭を作ってやるというのがポイントになります。どうしても枝が長い場合ですね、どうしても思い切って動かす場合が必要がある時もあります。基本的にこの真横から見て、この真横から見てのこのセンターより前側に頭の位置を置くのが理想とされています。盆栽をですね、鑑賞するときに、皆さんもですねあまり横から見るという機会が少ないかと思います。基本的に盆栽横から見た場合、前側ですね、前側の位置にこの頭のセンター、最頂点ですね、頭のセンターが乗っていると思います。この2段目1段目2段目ですね、こちらを決めてやると、あとは扇形に広げてやるということになります。
葉を巻き込まないように丁寧に小枝の間にきちっとかけてやります。この巻き締めですね、ふわっと包み込むようにという感じです。頂点決まりましたので、これに沿って扇形に広げてやります。で、この扇形広げてやりますので、このラインを揃えるだけということになります。こういう感じですね。1の枝で2の枝で棚ですねをきっちり、作ってやります。でもうこの場合ですね、こちらの部分で頭を仕上げていきたいと思います。先にですね、こっちの枝後ろ枝ですので、この部分前側のライン、頭の部分ですね、このラインを決めてやります。それでですね、当然、この枝をこういう感じで、頭に作っていきます。この場合、この後ろの部分ですね、後ろの部分枝が少ないので、こういう枝を使ってやってここを埋めてやるというイメージです。
こういう感じでまずこちらの前側の部分ですね、前側の部分を先に決めてやります。こういう感じですね。今この前側の部分をある程度輪郭を整えてやりました。それでですね、当然ここの後ろ側ですね、枝がない状態ですのでこういう枝を使ってここを埋めてやります。常に前側からチェックしてやります。前側からチェックしてやって、その形ですね、全体のバランスを見ながら最終調整をしてやります。当然こちらが頭このサイズですので、この後ろ枝ですね、この後ろ枝多少曲げ込みを入れてやって、手繰り込んでコンパクトにしていきます。
この頭の小枝の部分ですね、なるべく多めに、こういうちっちゃい枝でもですね残しておく方がですね、綺麗な空間のない頭作れますので、この部分を非常に大事、頭の部分ですね大事になりますので、皆さんもですね、非常に細かい作業にはなりますけれども、この頭の小枝少し多めに残して、ドーム型の頭を作るようにやってみてください。頭の部分ドーム型にまとめましたので、最終チェックをやっていきたいと思います。一応ですね、これで、原型作りできたと思います。1の枝、2の枝、そして頭ということです。でですね、今これ陣の方がですね、少しこう頭に寄ってる感じがします。こういう場合はですね、また少しこの部分、これ、剥いたばかりですので、この部分動きますので、多少上に持って、これとこれがですね近すぎるということで、これを上に持っていきたいと思います。こういう場合ですね、上に陣があればですね、これを引っ張るということもできますけれども、この陣ではこの部分を動かしたいと思いますので、ここに突っ張りを入れてやるということができます。でこの部分をちょっと開いてやりたいということで、私の場合はですね、こうお箸をここに差し込んでもいいんですけども、導線、もう非常に強いので、
銅線の方をですね、使って曲げることもあります。銅線の方をですね、こういうふうにねじり込んでやると銅線非常に硬くなります。こんなふうにですね、銅線をねじり込んでやります。こうすることで非常にここが強くなります。ただこれ突っ込んでくれるか。その下へ入ったか。はい。ここですか。オッケーオッケー。でこんな感じですね。こんな感じで、突っ張りを入れてやることでこれを持ち上げることができます。まあ、この突っ張りですね、やっぱり、半年ぐらい、程度置いてやらないとですね、固まりませんので、まあ、こういう方法もう一つあるということを紹介しておきます。このような感じでですね、今回改作することができました。当然ですね、少し、後ろ側を持ち上げてますので、こういうイメージ、原型作り、全て、枝の方もですね、これを陣にしてやることでコンパクトにまとめることができました。この幹の部分もですね、非常に面白い動きを見せることで、さらなるこの盆栽の魅力を引き出すということが盆栽作りにとって非常に大切なことになります。それではですね、これ、今形、原型作り終わりましたので、今からですね、植え替えを行いまして、最後の姿をですね、皆さんに紹介したいと思います。今ですね、鉢替えの方も終わりました。この前はですね、楕円の木工鉢に入れて少し鉢が大きいイメージがありました。この樹形ですね、少し半圏外風の代わりになります。ということで、鉢もこういう丸型に植え替えました。鉢も締まったことでですね、さらにこの木をもっと強調することができたと思います。先ほど作業中に説明した通りですね、この横側から見た通り、時にですね、少し前方、この重心より前方に頭の位置あると思います。で最初にですね、鉢替えの前にこの枝少し下げたと思いますが、鉢を変えた時にですね、まあ今の状態で全体のバランスがちょうどいいということで引っ張りは外しています。これでですね、この幹の動きさらに強調できて木が全体に大きく見えるようになったと思います。商品盆栽の改作の場合ですね、できるだけその全体のボリュームですね、ボリュームの方をちっちゃくすることで商品盆栽の素材材料元の材料ですねを生かすということが非常に大事なポイントとなります。今回の作業はこれで終わります。どうもありがとうございました。